通のやつより深いんですよ。で、まあ自分が久々にルームツアーということでやっていきたいと思います。お願いします。D が一応ついてきてくれてます。はい。ということでまずテントから、今日はですねファミキャンなのでテントはミニマルワークスのアゴラを持ってきました。まあ、アゴラ一辺4メーター50あるんで、まあ、結構広いんですけど、まあ、テント内で過ごすことが多いので今日は拡張のベスティブルを、取り付けてます。その形的にはシェルター G とのまあ大きい版みたいな感じなんだけど、まあ、結構細かく回転が違くてこのサイドのパネルがあるとかっていうのは、まあ、アゴラならでは。でも最近シェルター GP にはこのサイドのドアがついてるんですね。でこのショックコードっていうんですか、これゴムになって両側がカラビナでゴムでこう伸びるようなで、こうなんていうんですかね、跳ね上げてるまでいかないけどこれでちょっといい感じの角度で中見えないけど換気もできるし、換気はそう見た目もいい。そうこれはちなみにベックさんに教えていただいてそれからこれやってます。これおすすめです。多分ね Amazon とかでも1000円しないでこのコードは買えると思うんで、まあちょっとあれだったらリンクは概要欄に貼っときますんで興味ある方はチェックしてみてください。はい。で結構これ質問されることが多いんですけど、ベルズキャンピングかな多分のキャンプコードっていうまあガイロープみたいなベルト、これがなんかもちろんガイロープ的な意味で要は針綱みたいな使用もできると。っていうまあその役割もあるんだけど、見た目がそう見た目が僕的にはこれが結構なんかもともとなんかどなたかの取材させていただいた時に誰かが使ってていいなと思ってて、多分確か2本ワンセットで売ってるはず。いいよね。見た目が良くなるし。見た目がさっきも隣の方にこれ何ですかって質問されるんですけど、でこれが色はちなみに黒とグレーとコヨーテカラーが確か売ってるはずです。だからまあ自分に合うテントのカラーで選べると。で僕のはブラックですね。でこれオプションなんですけど、ここにこのなんていうんですかね、アタッチメントみたいなのをつけられて固定してカチッと止めて、はい、これをこうかけられたりするっていうね。であと見た目的にもこれ結構いいと思います。で一応、まあ、これもシェルター G と同じく電盤がついててこんな感じで開けられる仕様にはなってるんですけど、シェルター G との違いはここの素材が軟粘素材でできているので僕はやってないんですけど、ここに煙突穴を開けて薪ストも使うことができる薪ストーブいいね。感じになってるんで、でもまだちょっとこの薪に開ける勇気がないっていう感じ。今結構ストーブとか使ってる時はちょろっとこれぐらい開けてます。換気でね。換気するために。そう基本的には対象となる窓とかベンチレーションを開けとけば基本的には風が通るので、ストーブとか中で使ってても今までも1回も一酸化炭素チェックはなったことないんですけど、まあ、でもセンターを通す対象のところを開けとけば、まあ、ほぼ大丈夫。風が抜けるようにね。あとこういう下がシェルターテントみたいな感じで地面のテントに関しては、まあ、スカートとかついててもですね基本的にはあんまなりづらい。隙間風がね。隙間が
大体その一酸化炭素でやばいってなるのはインナーテントの中にストーブ入れたりすると、密閉されてね。すぐなる。そういうテントの時は、結構なりやすかったりとかっていうのがあるんですけど、で一酸化炭素チェッカーはカムジミニ、これも韓国のメーカーの一酸化炭素チェッカーなんですけど、これはいいのはセンサーが日本製のセンサーを使ってるっていうので、命を守るものなんでちゃんとしたものを使った方がいいと思います。値段1万とか、これ1万1000円ぐらいかな多分するんですけど、よく2、3000とかで売ってる、どこで作ったか分かんないような製品で売ってますけど、あれでももうチェックすると反応はするんだけど、それ1個だけでやるのは結構危険だと思うので、これはしかも、さっき D も言ってましたけど、スマホで連動できるので、スマホと連動して今のその使用濃度とか温度とか湿度も全部手元で見る。ただちょっと Bluetooth のつながりが悪い時があるっていうのがちょっと弱点で、これちなみに充電結構持つんで、だいたい200ぐらい前だと全然充電しなくても大丈夫。3泊ぐらいでできるかな。3泊目だけど大丈夫でしょう。僕の周りもこれ使ってる人多いです。はい。ちなみにあともう1個ですね。これはちなみに安め 4,5 千だったと思う、確か Amazon で。見た目はすごいかっこいいんですけど、この遠くから見ても緑が点滅してる時は全然大丈夫、黄色の時はそうダメ。さっきのやつもさっきの LED のとこが光るんだけど、緑黄色赤って、これも遠くから見ても分かるようになってて、で、今0ですね。で63、これは摂氏じゃなくて可視かな。はい。で 30% がこれ湿度みたいな感じでこれも出るんですけど、これ一応バックアップとして2個つけてるって感じかな。はい。だからなるべく複数で使った方が、1個もしかして壊れててなんなかったって怖いんで、僕はだからこっち2個目なんで、でもこれ今年買ったんですけど、そこそこ反応はいい。こっちが反応する、そのね今紹介したカムジミニが反応するちょい前にこっちの方が反応してたんで、結構優秀。これもリンク貼っとくんで、もし興味ある方は。でもおすすめはちゃんとしたやつ1個とっていうの方がいいと思います。はい。こんな感じでこっちとこっちとここに吊り下げてるよっていう感じですね。はい。でちなみにセンサーの寿命っていうのもあるらしくて、だいたい普通に一般的に3年って言われてるので、いいの買ってもやっぱ3年ぐらい使ったら新しいのに買い替えた方がいいかなっていうのは言われてるんで、それはご自分がどれぐらい使ってるかっていうのと、シーズン始めはやっぱ焚き火のところにちょっと当ててみてとか、あとマフラーのところでよくチェックする人いますけど、車のでちゃんと働いてるかっていうのはしっかりチェックした方がいいと思います。じゃあこっちの左サイドから、こっちはですね、よく僕の動画で登場するアッソブのコンテナなんですけど、これ L サイズの方、これはファミリーキャンプとソロとか、どっちも併用しているものでね、こっちはよく使うギア関係のものを入れてるっていう感じです。はい。でこっち側だからそのギア関係、これも、フラットバラのケースとか、そういうのがしまってあったりとか、基本的にはもう僕はもう場所を決めてあるんで、そう必ず使ったらそこで戻す。これ最近っていうか数ヶ月前に買った岩谷のカセット、このガスで CB 缶で動くっていうか使える簡易ストーブみたいな、でもこれかなりあったかいんで、足元とか普通のストーブだけじゃ結構広い幕だと端の方とか寒くなったりするんで、そういう時にこう予備で使うっていう感じで、入れてます。そう場所を決めておくとねいう感じで、その隣にストーブ置いてるって感じですね。でこれが、豊臣の SH なんだっけ KS67H かな。はい。多分今現行のこの大きさのストーブだったら多分火力は最強クラス。はい。
まああったかいんで、これ一発でも全然冬でまあいける。まあでも端の方が、たまに寒い場合があるんで、さっきの岩谷のやつでカバーするような感じで、基本的にはこれ1台でいけてる。はい。でもね、満タンでで燃費がやっぱ悪くて7時間8時間いってもぐらいで消えちゃうので、何泊かする場合は途中で灯油買いに行ったりしないと厳しいかもしれない。そこだけですね。それ火力が強いんでそこはしょうがないっていう感じで、この上に乗ってるのがストーブファンで、これもうちょっと4年ぐらい使ってて、なんかもう軸がブレてきちゃってて、なんか回ってる時に音がするんだよね。そろそろ買い時かなって感じなんですけど、でもこれがあった方が多分ね、いろんなメーカーから出てるんですよ。Amazon とか見るといろんなところで売ってるんだけど、多分どこのやつでも大して変わらん。でこれは熱源というか、その熱で動くんで、他に動力を使わなくていいので、これ置いとくだけで上に行く無駄な空気をそうね広げてくれるから。そうだからこれは必須というか、はい。で対流型ストーブ、こういう形のストーブ対流型ストーブっていうんですけど、基本的には上側しかあったかくならないんね、ここだけ。だからもうテントのこの辺がめちゃめちゃ熱くなっちゃったりするので、この辺がだからこれであったかい熱をこう横に流す役割をするっていう感じで、これをやっただけで全然違う。でプラスうちはサーキュレーターもつけてて、これ夏場も使ってるクレイマーもV600 かな。でこれいいのはこのハンドルがついてて、ハンドルというかこれフック、手亀のフックがついてて、夏場はここに三脚足つけて使うんだけど、ここにこうループが開いてるんで、カラビナ別で用意してもらって、これを吊るせんのね。で吊るせて、これで角度もこう変えられるんで、変えられるね。そうなんとなくだから、基本的にはやっぱ上にあったかい空気が溜まっちゃうんで、これで循環するっていう感じで。でもこれもあっただけで全然違うんで、なかなかテントが温まらない方とかって悩み持ってる方はぜひ買ってみていただくといいのかな。V600 これおすすめです。さあ、さっきも言うの忘れたけど、フィールドラックに基本的には物を乗せてて、フィールドラックはもううちは全部ひばりに買いました。はい。これ竹井バーナーですね。でアッソブが出てるランタンケースがこれぴったり竹井バーナー入るんで、多分501も301も両方とも入る。両方いける。でこれ高さ調整して、これを取れば多分501もいけるんじゃないかな。なるほど。っていう感じで、これはなんで持ってきてるかっていうと、外で冬場でも焚き火したいじゃないですか。でそういう時に焚き火の横に置いて、焚き火するために暖を取りながら、焚き火のやっぱね、熱だけだと寒い場合があるんで、冬はそれ用にやってるって感じで、ここ燃料もここに入るんで、1リットルちょうど焚き火バーナー1回使うので1リットル分のやつが両脇に入るんで2リットル分は入るけどね、こっちもね。これで持ってきてるよと。はい。で隣がこれは多分よく僕の動画では出てくるワットノットのケース。これにはパッチとか貼ってたりだとかしますけど、これにはコーヒー関係のね道具を、ケトル、シレットコーヒーミルク、これまだ紹介してないですけどこんな感じで入ってるよと。全部だからコーヒーに必要な道具はこれにまとめてるよって感じ。はい。ソロだとこれは使ってなくて、ソロだとなんか違うアッソブのコンテナの M に入れてくるんだけど、これも全部入っちゃうんだけど、ファミキャンだとコンテナ持ってくると結構かさばるから、コーヒーだけはこれ別に入れてこれで持ってきてるっていう感じ。はい、コーヒーセットになってます。ここに裏にも入るし、フィルターがねっていう感じでございます。でその隣
これもなんか結構紹介してないけど結構問い合わせもらったやつ。まあ僕もまだ使って検証してる最中っていう感じなんで、まあ今のところはいいかなっていう思ってるけど、今まで温度計は外と中の温度を測れる温度計で有線でつながってる、まあ要はこっからこう下にテントの外に出してコードをそう伸びて出して外と中の温度を分かるってやつを使ってたんですけど、コードがちょっとねちょっと微妙なんですよ。微妙で、これAmazon でこれも多分 2,3000 円だと思うんですけど、どこのメーカーかちょっとよくわかんないなんかよくわかんないバル BALDR みたいな、読めない。まあこれもリンク貼っときますけど、これは中の温度とこれインって書いてますよね。中の温度と外の温度が分かるんですけど、これはワイヤレスなんですよ。いいのはワイヤレスですね。これがどこに置いているかっていうと、まあワイヤレスになってて、でこれはちなみに単3電池日本、そうまあ充電だったらいいんだけどね。でちなみにこれだけ多分変えて、これ3チャンネルあるんで3箇所の温度測れるらしい。まあ家で使ってる人も多分いるんじゃないかな。で雨とかは多分やばそうだからそういう日は気をつけた方がいいかもしれないけど、まあ普通に晴れてる日だったらこんな感じで外の温度を測れるっていう感じで、これもまあ今のところおすすめで、まだ 2,3 回しか使ってないからちょっとその辺は分かんないですけど、はい、今のところは大丈夫そうです。でこの裏にこれがですね、まだちょっと迷ってんだよね。多分1回動画で道具紹介取材した時に出てたと思うんですけど、ハイドラパックっていうところから出てるシーカーってやつ、なんか多分山登りとかに使うそう用のまあジャグみたいな感じだけど、もうちょっと引いた方がいいな。これ今 D に持ってたんですけど、そうこれ一応ね10リットル入るやつでこっからこれがこうやってやると水出るんですよ。でちっちゃくなった時の映像を後に載せておくんですけど、まあ、ものすごくちっちゃくなってコンパクトに畳めるっていう感じで、これいいのはその上にカラビナつけてるんですね。カラビナをつけて、そこのテントのとこにフックとかあるじゃないですか。そこに吊り下げられるっていうね。でもただちょっと重いから、僕はちょっと怖いからもうちょっと減らして3リットルぐらいだったらいけるかなって、こんな感じで、まあ 2,3 リットルとかだったらいいかもしれないをぶら下げて使うときにこう出して使うみたいな、はいっていうのがあるんで、これもちょっと今検証中、まあ、どうしようかなっていう。まあだからもしくはハンガーね、インディアンハンガーみたいなぶら下げてやれば全然問題なく使える。まあいいのはとにかくちっちゃくなるから、ジャグって結構かさばったりとかするんですけど、これはなんかちっちゃくなるし、まあ小スペースにもなるし吊り下げられるからっていうのはすごいいいかなと。ここでも持てる。そこで持てるんで、そっちでもそうぶら下げることも可能。まあちょっとこれ使い方はちょっと今考えてるんで、また思い浮かんだらシェアしたいと思います。はい、ありがとう。続いてポータブル電源、アンカーのソリックスっていう1000ワット容量あるやつ使ってて、でまあこれいいのは充電めっちゃ早いんですよ。最短で多分0から 100% までいくのに50何分でいける。8分。世界最速クラス。はい、だからもしキャンプの朝ポタ電電源充電し忘れてたって時でも1時間あれば満タンになるんで、それができるっていうのはすごいいいって感じですよね。いやまあアンカーなんで、まあアンカーのバッテリー使ってる人多いと思うんですけど、まあ安心感あるかなっていう感じ。そうでね、ここの充電のケーブルなんですけど、まあいろいろ充電ケーブル出てたりとか、ゴールゼロとかを充電するの結構ここのポートが少ないから
2個しかできないとかっていうのがあるんで、皆さんいろんな工夫してこういうタコ足のケーブルだけ買って充電するっていう方も結構多いんですけど、僕はこれあんまりおすすめしなくて、なぜかっていうと、このワンポートから例えば四つ股とかになるともう充電速度めちゃめちゃ遅いんですよ。もうね本当に1日頑張ってっていうか半日頑張ってなんとか満タンになるぐらいの。元が弱いとね。そうそうそう、こっからの供給が弱いと。そう弱いので、できれば自家差しで1個ずつ行きたいんだけどなかなか難しい。これもだからこういう CEO のやつがこういうケーブル持ってるんですけど、僕はあんまりこれおすすめしてなくて、これも同じアンカーのやつなんですけど、これ名前はちょっと後で、これもリンク貼っときますけど、これは直接コードでつながってるもので、コンセントの AC の。そう AC なんで普通の要は家庭用の電源と同じぐらいの出力が出るんで、一発一発一つ一つの供給量、電源の供給量も全然こっちの方が高いんで、普通にだから充電ができると。でこれもゴールゼロだとピッピッピッって刺していくとまあ2本ぐらいしか刺さんないよ。隙間が空いたり。だからケーブルを別途買ってます。こんな感じで、まあもちろん付属してきたこういう USB-C とかっていうのも使えるんですけど、延長ケーブルで。そうそうそう。ちなみにこういうケーブルっていうのは100均でも売ってる。僕は100均の使ってないけど、100均とかでも売ってるんで、このちょっとしたちょい延長30センチとか20センチとかそういう延長のケーブルを買って、このアンカーとかのこういう、これは4つ股5つ股か5つか。4つ USB-A で1個 C ってやつなんですけど、まあこれは結構早いんで、これ結構おすすめ。そう、家とかでも充電しててさ、何個も付け替えとかするでしょ。うん。なんかゴールゼロ挿すやつとかもなんか僕紹介したことあるけど、あれもね USB からなんで、供給が USB からなんでやっぱ遅いんですよ。僕的にはこれがやっぱ一番おすすめ。まあ見た目的にちょっとコードバラバラになるんですけど、充電がとにかく早い。うん。ので夜までに充電されてないってことも多分あるんですよ。四つ股のやつとかって結構あれきつかったりするので、そうなのでこれはおすすめです。でこれを使ってやってるって感じかな。これがマジおすすめで、これ何かっていうとポータブルトイレで、お子さんいる家庭とかはよくわかると思うんですけど、まあすぐ近くにねトイレがあったりすると、まあそんなに大変じゃないかもしれないです。結構キャンプ場ってその設営した場所とトイレが離れてることが結構多くて、もう何回子供のトイレ付き合わなきゃいけないんだっていうのは結構多いですよ。酒飲んでると大変だよ。子供は飲んでないけどねまあまあ大人もそうですけどね。そう女性とかは特に。でこれを入れてからですね、まあ中見せないですけど、これ多分3000円ぐらいです。うんにビニール入れて、で凝固剤を中に入れてある感じで、まあさすがに台はしないけど小だったら全然、うん、まあ子供とかだったら全然で固まらして最後は来ちゃうっていう感じかな。だからこれはマジでおすすめです。はい、小さいお子さんがうん、そうまあ色も黒とか、まあ、こういう色とか、まあそんなトイレしてない形なんで、まあこれを置いてある感じですね。で、はい、寝床は基本的にはですね、まあコットがあって、まあ普段使ってるこれワイドコットで、ワックのワイドコット、これ結構いいね。どうなのかな、使う前どうなのかなと思ってたけど、全然下手んないし、張りは全然変わらない。はい。ワイドサイズあるので、まあこれはでかいですけど、であとは普通サイズのコットを何個か2個置いて、その上にエクスペットの、メガマット10センチ、はい、これを引いて、上に毛布引いて寝床を作って、その上に、寝袋で、寝袋はナンが僕は1000、これ娘のが900で、あっちのママ奥様なのが、あれは BOC のやつかな、1200あるやつ。まあだから真冬のマイナーなんでも大丈夫な、マイナー10とかまで大丈夫ぐらいのスペックのやつを使っていますと。でまあそれだけだと、まあ、寒い場合があるので、まあ、枕3枚使って
ってます。中にインナーでフリースみたいな、インナーシュラフみたいなのも入れてます。これは違いますよね。これが1枚あるかないとで全然違うんで、今持ってるスペックでちょっと難しいなと思ったら、こうインナー足してみてもらうのもいいのかもしれない。これは、なんだっけな、どこのやつだっけな、俺がよく使って、それもなんかちょっと出しておきます。のやつとか、別にどこのやつでも大して変わんないだろう。娘とかは多分コールマンの、フリースのインナーみたいなやつ使ってます。はい。枕はサーマルスト。で、こっちはね、ダブルサイズなってて、メガマットダブルサイズのやつを2個のコットに乗せちゃってるよって感じですね。はい。これも針もあるし、底冷えまずしないんで、アールチ 8. 点なんとかあるんで、これはおすすめ。で、1個最近寝袋が増えてですね、これが、うちのプーさんね、ワンちゃんがいるんで、犬用のなんかの寝袋、これを、犬は大体こう人の間に寝てるんで、昨日は普通にこんなが入って寝てたけどね。寒いんだろうね。家じゃ絶対入んないけど、やっぱさすがにキャンプ来たら、これなんか普段使ってるマットを中に入れてあげて、その中にも挟まって寝てました。昨日全然寝てたね。こんな感じで川の字で寝てるよっていう感じです。はい、こんな感じで並べて置いてあるよっていう感じですね。これのセットにしてからもうめちゃめちゃ爆睡できるようになったんで、いい寝袋、いいマットはここは結構お金をかけてもいいところだと思うので、でこの辺は着替え、家族の着替え、これ多分娘とママのやつが入ってる感じですね。これは昔から使ってるアルバトルのコンテナのまま使ってます。これは枕元、ベッドに近いところに置いてるよって感じ。そうで今年から結構これが変わったキッチンスペース、ここが結構こだわり持って作ってて、とにかく使い勝手を意識して使ってます。テーブルに関してはテリトリータスクっていう台湾のブランドのものを使っていて、これがいいのがですね、このテーブルがメインというか、ここが起点となってるテーブルなんですけど、今まで、ここにも置いてあるけど、IGT のテーブルとかを使ってたんですけど、あれがですね、IGT のテーブルってそのフラットバーナーとかをはめちゃったりすると、そのテーブルのスペース奪われちゃうんだよね。それがちょっとやっぱ使い勝手があんま良くないなと思ってて、これはがっつりこのテーブルのその作業スペースに関してはこれで確保されてると。でこれは横付けでつけてんだよね、こことかは。ただここにくっついてるだけで、こちら側は足ついてるんだけど、これをただはめてるだけなんで、基本的にはファミリーの時にはこれ使ってつけて、そうじゃない時はもうこれだけの形で使ってることが多い感じですけど、この横にも拡張ができるんで、ここにフラットバーナーのはめられた、IGD の規格だったら何でも入ると思うんですけど、を入れられるんで、ここに横につくんで、これがだからソロだったらこの2つだけで完結するよって感じかな。でこの中のフラットバーナーを入れてる、これもテリトリータスクのやつで、これちょっと普通のやつより深いんですよ。で色もこうマットのブラックっていう感じで、もともと塗ってるやつで、要はフラットバーナーの原型はこれだけしか使ってないんだけど、このバーナー部分だけ、これがめちゃめちゃ良くて、フラットバーナーの唯一の弱点、横風とかに結構弱くて、風吹いちゃうと火がちゃんと当たんないんだよね、鍋とかにね。それがちょっと深くなってるので、これは普通のフラットバーナーよりは、風受けづらいっていう利点があるので、これは結構おすすめ。多分ね、テリトリータスクの中ではこれが一番売れてるんじゃないかな。で、台があったらいいなってことで、ここは普通にテーブルというかメッシュのあった方がいい。で今なんかここにつけられるやつが純正出たらしい。まだ日本で発売してないんだけど、台湾では出たらしいんで、そのうち買えるのかなと思ってますけど。でここにシェラカップとか、あと
てあかんね。これベルモントの。ケトルは結構デカめのやつだと場所取るから薄いのがいいなと思って探してたら、これで 1.6 リットルで、しかもこれ幅広なんで、お湯が沸くのもすごい早い。熱が当たる面積が広いから。で、これ結構おすすめ。で、下段そんな感じで、まあこういうのね、キッチンクリーンだけど、これフックがついてるってことは、こっち側にもさらにまた延長ができる。そう、できるってこと？そうで、ここにだからもう一個こっちにテーブル、このテーブルをこっち側に使ってる人もいるっていう、まあいろいろ組み合わせして自分の好きな形にできるっていうね。で、この上には僕の仲良くさせてもらってる YouTuber の白マニさんのピーカーズトレイがぴったりはまるんで、そこにはめたりだとか、まあこの辺も別なんでね、全部別で自分で選んでつけていくっていう感じで、この下段の収納も、これも1ユニット分の収納を下段につけられるっていうユニットで、そっち側からそう出るように穴が開いてる。そう、ここにだから物を置いたりとかできるので、で、ここももともとは、この、なんつうの、メッシュの形のやつはめてたんだけど、こっから物落ちるのよ。なるほど。だからメッシュ、こういうのじゃなくて、こういうピカソレみたいなの方がいいかなと、そっちに変えました。はい。で、ここで、まあ、今これ、カトラリーしか入ってないけど、ソトラボさんのね、カトラリー。まあ、これで全然家族分のカトラリー入っちゃってるんで、はい。マニバッシュとか入ってますけど。感じ。はい。こっち側にはアルペンの、これもね、今年ご紹介した中で多分めちゃめちゃ、バズったというか、めちゃめちゃ売れたそうなんですけど、アルミユニットテーブル置いてます。これはもう、普通にテーブルとして使ってる最近は、が多い。まあこれの良さは、まあ動画見ている方は分かると思うんですけど、足の高さが一個一個変えられるので、結構やっぱキャンプ場って平らじゃないんで、例えばあと湖のとことか傾斜とかがあって、テーブルガタガタみたいでここに石挟んだりとかっていうこともあると思うんですけど、これはこうやって感じで高さを変えられるので、しかも1個ずつの足がそれができるので、まあ、バッチリ平行取れるっていうね、それでいいし、組み立てもめちゃめちゃ簡単。多分今組み立ててるところのこう映像出てると思うんだけど、めちゃめちゃ簡単なんで、それもいいよね。やっぱ出してすぐ使えるっていうのはいいと思います。ここに、まあ、全圧のゴミ箱モビボックス、まあ、これいいのはゴミって生活感出やすいけど、これは蓋がついてるので捨てる時だけ蓋開けて捨てるっていうね、そういうことができるから、これはいい。学生だから。で、ここにジャグ、これはまあ水とか、あと氷とか入ってるやつが置いてあります。イエティのジャグ。はい。ちなみにこのしれっと出てますけど、これまだ発売されてない。一回なんかイベントで発売しましたけど、キャンプアディクトの筆記体の大きなステッカー、多分これ出す頃には発売されてるんじゃないかな。はい。貼ってやって、で隣はこれもアッソブの名前が出てこないけど、まあこれも字幕で出しますけど、まあ食器とかそういうのが入るよっていう。これいいのがね、ここ今ハサミ入ってるけど包丁も入れられるのよ。これ硬くなってて、だから家の包丁を持ってこれたり、材質が違うの。違うの、ちゃんとこだわって使われてる。まあこれまな板とか入ってて、で下段も収納があって、まあ下段にはお皿とかシェラカップも入る深さ、シェラカップ多分今何個持って7、8個持ってきてる。それが入る深さでできてる。で同じさっき紹介したアストブのコンテナと同じ質ポリカーボネートでできているので、統一感も出るよっていう感じで、これね意外と使いやすい。で分けてた方がいいんですよ。カトラリーとかそういう食器類はこういう分けてこっちに置けた方が便利なんで、普通のギアとかと一緒に入れてないから、ですぐここに、まあ要はキッチンブースに置けると。で栄養クーラーの、カーボンシリーズってやつなのかな。まあカーボンっぽいね質感の、まあ見た目の、これは30
6リットルかな。6リットル。まあ今日はこれ1個だけで来てます。まあ中に、まあ飲み物とか、全部両方入ってて。まあ冬だったらこれ1個でも全然、1泊とかだったら全然持つんで、これでやってますよっていう感じ。それを活かすためにこの配信してるのが、このスイベルチェアで、まあもう何十回何百回って多分俺だってやってんだけど、チェア。まあこの軸が回転することによって、この要はこの字に、コックピット型に、ね。そう。まあ要は、クーラーボックスで食材取って、お皿とかもこう手が届く、米も手が届く、水も手が届く。で、ここで作業してて、で、こっちに出すみたいな感じで、っていうのが、立たなくてできる。そう。基本固定されてるやつだと、こっちのものと大変なんですよ。この配置だと結構大変なんですよ。はいはいもうこの辺に置かないと。でもこれはこう回ることができるので、こう取ることができるっていう。だからこの配置にしてからですね、めちゃめちゃ使いやすくなりました。そう。だからこれが結構完成形かなと思って、今。そう。もともと IGT に入れてたんだけど、それもしないで、これはもうテーブルはテーブルだけ使うと。はい。で、アルミニテーブルと、まあ、これも昔から使ってるベルのテーブル。これもちっちゃくなるんで、薄くなるんで。で、まあ、結構広いんで、これもおすすめ。下にも、そのケースが収納になったりするんで、まあ、ここには、なんだろう。これもね、ウェットティッシュとか、そういうのを、まあ、ケースに入れてるよ。ですかね。そう。だからこのキッチンをするために、この、まあ、仕組みで組んだかなっていう感じ。だからとにかくママが使いやすいように作ったっていうね。キャンプアディクトっていうね、見えるかな。ちょっと明るいんで見えづらいですけど、入れてもらってます。高桑さんっていうね、名古屋で、所ジョージさんとかの革製品とかを作ってたりとかする、凄腕職人の方に作ってもらいました。インスタ、これも載せときますんで、もし興味ある方は、まあ多分どんな、カーミットとかでも、それに合ったレザーのシート、作ってもらえると思うので、まあ値段はそこそこするんですけど、めちゃめちゃいいです。一生ものみたいな感じで、いろいろ要望とかも聞いてくれるんで、おすすめだと思います。最近この焚き火台に変えたんですけど、多分これのみの動画が出てると思うので、詳しくは、はい、そっち見ていただければなと思います。まあいろいろ多分質問あると思うので、質問がある方は、お気兼ねなくコメントいただければなと思います。ということで、久々にやりましたけど、ルームツアー、はい、こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。